にちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はこちら B ラインモト2ですね。クラウドファンディングを行っているきびだんごさんから先行レビューのサンプルをいただきましたので、おそらく日本で初めてじゃないですかね。使用感などを中心にレビューをしていきたいと思います。まずこの B ラインモト2ですね。1から大きく変わったところがこのマップ表示ですね。これはね、もう大幅なアップデートだと思うんですけど、いわゆる普通のカーナビのようにマップ表示がされるようになりました。いやー、もうね、ここまで来るとね、スマホナビでいいんじゃないのって思うんですけど、いや、そんなことはないんですよ。このデバイスならではの良さっていうのがありますからね。他にもいろいろアップデートされているところは多数あるので、今回の動画では、そのアップデートした内容はもちろんなんですけど、実際の使用感ですね、そのマップ表示になって、ナビの精度がどう変わったかというところをいろんなところを走りながらお伝えしていきたいなと思います。以来もっと2を購入検討されている方はもちろんなんですけど、1の時はちょっといまいちだなって思ってたけど、2どうなってるか気になってるという方や、あとは今スマホのナビを使ってるんだけど、それに代わるナビをね探しているという方の参考になるかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。本日のラインナップなんですけど、こんな形になっています。ドーン。まずは B ラインモトの概要ですね。あとは1と2で大きく変わったところをご紹介するのと、でこちらがメインになりますけど、実際の道路で使用するとどんな表示になるのかっていうのを、田舎道、市街地、高速を主に走ってみてですね、使用感っていうのをお伝えしていこうかなと思います。最後に、全体としてのいいところと悪いところをまとめるという形ですね。B ラインモトそもそもご存じないという方のために簡単に説明すると、1の頃から私愛用してるんですけど、スマホの方でナビをセットしてあげて、その行き先がこの小さなデバイスに表示がされると。メーター周りとかね、表示周りはあまりごちゃごちゃさせたくない方だったり、あとはスマホをナビで使用すると振動でカメラがやられてしまったりだとか、あとは夏なんかだとね、熱暴走したりっていうのもあるので、そういったリスクを避けたい方に向けて作られたナビですね。1の発売からおよそ5年くらい経ってるみたいですね。でその間にユーザーからのいろいろな声を集めて2の方に反映させたということらしいです。続いて1と2の違いをご説明していきたいなと思うんですけど、かなりいろいろアップデートはされてるんですよね。この動画の中では代表的なもの、大きく変わったなと思うところを3つぐらいですかね、お話ししていこうかなと思います。でそれ以外の細かい点については、きびだんごさんのホームページを見ていただくと、より細かい情報まで載っていますので、概要欄のリンク先からぜひ覗いてみてください。まずね、1つ目は冒頭でも述べましたけど、マップ表示になったというところですね。1の方は矢印表示だけだったんですよ。で、次曲がる角とその次の角まで一応表示はされるようになってたんですけど、実際にね、どのタイミングで曲がればいいのかとか、そういうところがよくわからなかったんですね、正直なところ言うと。ただ今回のアップデートでマップ表示になったということで、ご覧いただくとわかるんですけど、道なりが表示されているので非常にわかりやすくなってますね。これはね、大きなアップデートだと思いますよ。画面の方もね、大きさかなり大きくなってます。装置自体が若干大きくなっているのに伴って、画面の表示もね、かなり大きくなってるんですよね。で、液晶画面も大幅に、改善されていて、これ見ていただくとわかると思うんですけど、かなり見やすくなってますよね。で、2つ目、これもね、大きいポイントだなと思うんですけど、次曲がる角が来た時に、音とLED の点滅でお知らせしてくれるんですよね。B ラインはもともとその普通のナビとは違うので、音声表示みたいなものはついてなかったんですよね。で、音声案内とまではいかないんですけど、どこで曲がるかっていうのを、音と、LED で表示をしてくれると。これによって
その曲がり角をね、通り過ぎるっていうことがね、格段に減りましたね。ホームページの方には、Bluetooth でね、お知らせするっていう風に書かれてたんですけど、お借りしてるサンプルだと、この本体からね、ピピっていう音が、出るようになってますね。音と点滅の表示は、曲がり角の200メートル手前で1回ピってなるのと、50メートルかな ?50 とか40メートル手前でピピってなるようになってますね。その2点ですね、ナビ関係のところで大幅に改善されているので、非常に使い勝手が良くなってますね。で、続いて、大きく変わったところ3つ目ですね。3つ目はね、これハード面なんですけど、充電が USB Type-C でできるようになりました。今までは、専用の充電器ですかね、ポコピンがついているものを使って充電するしかなかったんですよ。この2代目になって、ポコピンで充電できるのはもちろんなんですけど、USB Type-C でもね、充電できるようになったというので、まあ非常にね、その使い勝手が良くなりましたよね。で、さらに嬉しいことに、このマウントに取り付けられる、ポコピンタイプの充電器も発売されるようなので、走行中に充電しながら使用するっていうことができるようになるみたいですね。これはね、かなり大きいポイントだと思いますよ。10時間以上充電持つようにはなってるんですけど、持ちがいいゆえ、いざ使おうとすると電池残量が少なかったっていうことが過去にね、多々あったんですけど、マウントで充電できるようになると、その心配っていうのはほぼいらなくなりますよね。ロングツーリング行ったりだとか、泊まりでツーリング行くっていう人にはかなりいい改善になってるんじゃないかなと思います。他にもね、いっぱいその改善されたところあるんですけど、まあ、詳しいところはきびだんごさんのホームページ見ていただくとして、では実際ね、使った感じっていうのをお伝えしていこうかなと思います。おー、トンネルでもすごい見やすいな、これ。見てくださいよ、これ。B ラインね、1の方はね、トンネルだとね、ほぼ見えないんですよね。GoPro に映ってるかわかんないけど。いや、素晴らしい。はい。というわけで、まあ、先ほど田舎道ずっと走ってましたけど、脇道がないので、ちょっと面白くないなと思って、今、市街地中心に走るようにしてますね。いや、なんか本当にさ、これ今までマップないんですよ。やっぱね、マップあるなしじゃ全然違いますね。次、どこで曲がるタイミングかっていうのがね、これ一目瞭然。非常にわかりやすいですね。でね、これちょっと気に入らないのが、速度表示、速度超過するとね、表示されるんですけど、これね、40キロ制限じゃないのに、40キロ制限ってことで、なんか表示がされるんですよね。だからね、ちょっとね、曲がるタイミングがね、分かりにくいんだよね。はい。では、市場コースの市街地の方に行ってみたいと思います。で、見ていただくとわかるんですけど、マップ表示されてるのは、行き先方向の表示がされるようになっている感じですかね。で、その道路に、その道に繋がってくる脇道が、二重線みたいな感じで表示されると。これに関してはね、ボタンがちょっと変わっていて、物理ボタンではなくなったっていうのかな。少し変わったスイッチになっていて、グローブつけててもね、かなり押しやすくなりましたね。で、ラインナップは、これプラスチックの黒のモデルですけど、それ以外にメタルのモデルが出てますね。一応走行中そんな触ることはないと思うんですけど、表示がこういう形で、いくつかページが用意されていて、2枚目のページに最終到着地までの予想時間と、あと ETA、到着予想時刻ですね、が出るようになってます。あと距離数ですかね。で、その次が速度表示、経過時間、バッテリー、あとメニュー表示になってます。行き先の設定なんかに関しては、B ライン元1の、レビュー動画の方で詳しくお話はしてるので、そちらを見ていただくのがいいかなとは思うんですけど、一般的な、Google マップとかのね、ナビゲートと一緒になってます。行き先表示して、Go をすれば、もう勝手にデバイスの方に、案内が表示されるという形になってますね。で、ルートは、その時間優先と、あとは工程優先というか、ファンルートとファストルートっていう風に分かれてます。で、あとはナビ案内以外にも、レコードモードって言って、特に案内しないけど、工程を記録するっていうモードも用意されてます。続いて400メートル先を、右ですね。こういう風にね、200メートル沖ぐらいに信号がポコンポコンあるところだと、次なのどこなのって分かりにくかったりするんですけど、マップ表示されることによってその辺が明確に分かるようになってきましたね。
これ、左ですね。3キロ道なりですね。今気づきましたけど、マップ表示になってね、経由地も表示されるようになりましたね。ナビの方でこうルートを設定していって、まあちょっとここ寄りたいなとかね、いうときに経由地を設定できるようになってるんですけど、そこにそれぞれ投資番号が振られていくんですよ。で、今までのその1の方だと、まあ、当然矢印しか表示されないので、どこが経由地かってわからなかったんですよね。なんですけど、今回そのマップ表示になったことで、経由地の番号も表示されるようになったので、まあ、そこは非常に見やすくなってますね。だから工程がすごいわかりやすくなったような気がするな。はい、じゃあちょっとだけ高速乗ってみますね。あ、分岐ちゃんと出るようになってる。分岐も出るし、こういう風に道なりに出るのはいいですね。3.6 キロ先を左。今までの B ライン元1だと、この分岐の表示が前面にこうバーンと出てたんですけど、まあ2になると道なり表示になってますね。次の、分岐まで何キロかっていうのと、どっちに曲がるのかっていうのは表示されるので、これで十分かなって気はしますけどね。高速でも、あれだね、こう曲がり、カーブのところとかはこうちゃんと表示されるようになってますね。400メートル先分岐、あそこですね。わかりやすいね。いいね。曲がります。で、次を右ですね。700メートル先。高速に乗ってるとブザー音は聞こえないですね。LED の表示だけだな。まあ、そんなポコポコ曲がるわけじゃないから、これで十分だろうな。で、これは右ですね。だからまっすぐだな。うん。わかりやすいじゃない。はいはいはい。ちょっと高速だと40メートル手前で表示が出るのは、いささか不安はありますけど、まあさっきも言ったように、まあ曲がり角多いわけじゃないのでね、これで十分かなって気はしますね。で、ぐるーっと曲がると。なるほどね。で、560メートルが、降りろってのかな。5番か。経由地こういう感じで表示されるんですよ。これ分かりやすくていいですよね。4キロ先で、分岐左ですね。まあ出口だろうな、多分。で、これを左ですね。で、前回の動画でも通ったんですけど、ちょっとね、複雑な道を1個行ってみたいなと思います。右折とかね、左折みたいな曲がり角が連続するところをちょっとね、行ってみたいなと思います。ナビだと、まあ視覚的にも結構分かりやすくはなってますね。で、アップ表示になるんだね。これは分かりやすいね。前はね、矢印ポコポコ出てね、分かりにくかったんだけど。すごい、非常に分かりやすいですね。いいですね。これは神アップデートだな。すごいわかりやすい。すげえ。いいね。で、ここ右よと。だから下道だと200メートル手前で表示出るのはすごいわかりやすくていいですね。音は結構聞こえますね、ピーピーって。はい、それではですね、まあ一通り走ってみましたので、最後に良かったところと悪かったところまとめていきたいと思います。まず良かったところはもう何と言ってもマップ表示になったところですね。ここはね、もう間違いないですよ。格段に分かりやすくなりましたね。それがね、この小さいデバイスに収まっているっていうところにね、なんかもう感無量ですよ。もう本当にね、これでいいねって感じがする。マジでプラスして音と LED で、曲がり角のね、案内をしてくれるっていうのもかなりね、使い勝手が向上してますね。素晴らしいアップデートだと思いますよ、これは。1だとね、ちょっといまいちだなって思ってた人も、この2に関しては結構心動かされるものがあるんじゃないですか。もうね、いいところはね、そこにつきますね。ナビのね、表示の仕方がね、格段に向上してますね。買いですよ、間違いない。これは続いてね、気になる点ですね。この動画の中で何回も言いましたけど、この速度超過表示がね、非常に気に食わないですね。
でもう一つ気になったのは、これは慣れの問題かもしれないですけど、このボタンの押し方っていうのかな、ちょっとコツがいるというか、今まで、いわゆる、ポッチ型の物理ボタンだったんですけど、それがね、この背面をなんか押すような形になってるんですよね。なので手に持った状態だとちょっと押しにくいっていうのがあって、でこうマウントにセットした状態でも角度によってはねちょっと押しにくかったりするので、ワン使ってる人からするとそこのところがちょっと気になるところかなと思います。であと3つ目は、やっぱ値段がちょっと高いかなって感じはしますね。ワンもそうでしたけど、これに3万かみたいな感じはちょっとありますね。多分、気持ちの問題だと思うんですけど、2万7000円とかね、2万8000円ぐらいだと、しょうがねえかなって感じはしますけど、この2に関してはその価値あるような気はしますけど、でもね、ちょっと高えかなって気はしなくはないかなって感じですね。ただね、全体を通してこのスマホナビに代わるもの、小さいデバイスでっていうと、これはねもう間違いなく買いの一品だと思いますね。でさっきも言いましたけど、そのマップ表示されたことで大幅に使いやすくなってるので、ワンでちょっと気になってた方はぜひチェックしてみてほしいですね。ちなみに私はもう予約してるので、自分のものが手に入ったらちょっと長期使用インプレッションなんかもねしてみたいなと思います。はい、というわけで B ラインモト2ですね、先行レビューをさせていただきました。でこの動画気に入っていただけたら高評価お願いします。今後もこういった商品のレビューだったり、あとはボンネビルに関する、動画あれこれ出していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。